今日はナスのミートグラタンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ナスのミートグラタンを作っていきたいと思います。今回のナスのミートグラタンは火を使わずに電子レンジとあとはトースターだけで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。作り方にもところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、合いびき肉、トマトの缶詰、ケチャップ、ウスターソース、お砂糖、味噌、おろしにんにく、とろけるチーズ、塩コショウ。今回はこちらの材料で作っていきます。まずナスですね。こちら2本使っていきます。ナスの大きさによって適正な量も変わると思いますが、こちら2本で約 200g のナスになります。そしてひき肉に関しましては、こちらは豚ひき肉を使っていただいても OK です。そしてトマトの缶詰ですね。こちらホールタイプを使います。ホールタイプの方が旨味が強いのでこちらを使っていきますが、ない場合はね、カットタイプを使っていただいても OK です。あるいはトマト缶を出すのがねちょっと大変な時はトマトペーストなどで代用していただいても OK です。そしてお味噌ですね。こちらは合わせ味噌を使っていきます。このお味噌はお好みのものを使っていただいて OK です。お砂糖はきび砂糖を使ってますが、こちらもお好みのもので大丈夫です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにミートソースから作っていきます。今回はね、手軽に電子レンジで作りたいと思います。もちろんね、フライパンを使って作っていただいても OK です。まずここにひき肉です。今回玉ねぎとかも入れてないんですが、玉ねぎを入れていただいてもいいかなと思います。その場合は4分の1個ぐらい入れていただくといいかなと思います。そしたら続いてここにお砂糖を入れて、まず砂糖をね、しっかりこのひき肉になじませます。そして馴染んだらここに塩コショウですね。適量です。そしてまた軽く混ぜましょう。続いてここにトマトの缶詰です。ホールタイプの場合はこれで潰してください。これで混ぜましょう。混ざったらここにケチャップ、あとはウスターソース、そしてお味噌、あとはおろしにんにくです。にんにくを控えたい時はこちらは抜いていただいても大丈夫です。そしたら一度よく混ぜましょう。はい、そしてよく混ぜたらふんわりラップをして1箇所空気の出入り口を作ってください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で2分加熱します。はい、2分加熱しました。ラップを外します。そしたら一度ね、こちらをよく混ぜてください。はい、OK です。そうしましたら今度はラップを外した状態でこちらを電子レンジ 600W で3分加熱していきます。はい、3分加熱しました。そうするとね、このように水分が飛んでると思います。もしまだ水っぽい時はもう少し加熱してみてください。そしたらもう一度よく混ぜましょう。はい、これで完成です。あとは味見をしていただいて、お好みで味の濃さなどは調整してください。今回ね、電子レンジ 600W で加熱したんですが、500W を使う場合はプラス15秒から20秒ほど加熱してみてください。そうしましたら続いてナスを切っていきます。ナスはまずヘタを切り落とします。切り落としたら縦半分に切りましょう。半分に切ったら真ん中に切り込みを入れます。こちら側も入れましょう。はい、ナスはこのように切ってください。そしたらもう一本もね、同じように切っていきます。そしたら耐熱のお皿などを用意してください。ここにナスを並べます。よいしょ。そしてラップをして1箇所また空気の出入り口を作ります。それではこちらを電子レンジ 600W で4分加熱していきます。は
はい、4分加熱しました。やけどしないようにラップを外してください。器とナスがすごく熱くなってるので、やけどには十分に注意しましょう。今ナスはこのような状態です。やけどしないように触った時にナスに火が通ってれば OK です。それではね、グラタン皿を用意してください。耐熱のお皿だったらね、何でも大丈夫です。ここにね、ナスを置いていきます。ナスを置いたらですね、このように少し広げてみてください。こんな感じです。また置いていきます。こうやって広げながらね、置いていきましょう。この時も熱いのでね、やけどには注意してください。はい、こんな感じでのせてください。あとはここに作っておいたミートソースですね。こちらを上にかけます。そしてここにとろけるチーズをたっぷりかけましょう。はい、OK です。そうしましたらこちらをトースターでチーズが溶けて軽く焼き色がつくぐらいまで焼いていきます。焼く温度またはワット数に関しましては、お持ちのトースターの最高温度または最高ワット数で焼いてください。もしトースターがなくてオーブンで焼く場合は180度から200度ぐらいの温度でチーズが溶けて軽く焼き色がつくぐらいまで焼いてみてください。あとはね、魚焼きグリルなどを使って焼いていただいても OK です。それではトースターで焼いていきます。はい、いい感じに焼き上がりました。このようにとても美味しそうに仕上がってます。このぐらいいい感じに焼き色がつくまで焼いてみてください。はい、これでナスのミートグラタンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにミートソースもたっぷりで、ナスもねとても柔らかくて美味しそうに仕上がってます。ナスはねこのようにとてもジューシーで柔らかい状態に仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうナスがトロトロですごく美味しいです。そしてミートソースはね味噌のコクが効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスのミートグラタンのポイントです。まずミートソースに関しましては今回電子レンジで簡単に作りました。さらにですね、今回はひき肉だけで玉ねぎなどは入れずに作ってます。お好みで玉ねぎを入れていただいても OK です。その場合は4分の1個ぐらい入れていただくといいかなと思います。そしてひき肉の加熱時間なんですが、まず2分ほど加熱して取り出して、その後一度よく混ぜて、そしてラップを外した状態で3分ほどですね、水分が飛ぶまで加熱してみてください。そしてミートソースにね、今回味噌を少し加えてます。そうすることでコクが出てとても美味しい仕上がりになります。そしてナスについてのポイントです。まずナスはですね、ヘタを切り落として、そして縦半分に切ってください。その後ですね、真ん中に切り込みを入れて、そして電子レンジで4分ほど加熱してください。この加熱時間はナスの大きさとかによっても変わる場合がありますので、ナスが柔らかくなるぐらいまで加熱してみてください。そしてその後ですね、耐熱のお皿にナスを置いて、あとはミートソースとチーズをかけて焼くだけなのですごく簡単です。焼くときはトースターまたはオーブン、あとは魚焼きグリル、こちらあるもので焼いていただいて大丈夫です。あとはね、そのまま美味しく召し上がってください。そしてミートソースに関しましては今回簡単に電子レンジで作ってますが、もちろんフライパンでね炒めていただいても OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスのミートグラタンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。